こんにちは。小物を塗るのを忘れてたんで、まずこの袋から今塗ってるのはキット指定のカーキと、迷彩色に使った茶色を混ぜたやつですね。裏側こんなツルツルぺったんでいいのかな。まあいいや。でまあこれはこう動く感じになるんでね、どうしようかな。まあこの畳んだ状態で一回グリーンを塗っていきますか。これまた黒を混ぜたグリーンですね。影になるところにこう乗っけていくと。でちょっと塗り方変えて明るい色を先に塗っちゃいます。でこの明るい色を隠すように中間の色を塗っていくとどうなのかなと思って。でもこのまんま基準本体を塗っちゃいます。まあこれはツヤあり黒ですね。多分直接メタルカラー塗ってもいいとは思うんですけど、じゃあ黒鉄ガンメタルは黒鉄色艶消し黒、あとはまあフラットベースですね。適当に混ぜたやつです。どんな色になるか。まあフラットのメタルなんでワットかかる程度でいいと思うんですよ。でまあ万が一グリーンのところベタっていっちゃったら、まあ筆でタッチアップしてりゃいいと思います。できるだけまあグリーンにかからない方向から塗ってやればいいのかなと。もうちょっとツヤを抑えたい。もうちょっと塗ってみますか。あ、15上げるの忘れてた。でこれであとシルバーで軽くドライブラシをすればいいでしょうね。これ多分もっと薄いと思うんだけどね。こういうののエッチングパーツってないのかね。じゃあエナメルのフラットアルミでドライブラシですね。マシンガンのドライブラシ。僕は特にドライブラシ用は古い筆しか使ってないです。まあいくつかね短く切ったのがいろんな太さのがあるんですけど、
特に硬さ、この硬さ、ハケの部分の硬さ、これも気にしてないんですけど、ちょっと多かったかな、ここね。ただ今やってるのが上っ面をね、ちょっとシルバー強くしたいんですよ。ちょっとこれ強すぎるかな。まあ後でエナメルシンナーで調整してやります。これでちょっと後で薄くしてやればいいでしょう。ちょっと今使ってるのがハケが長すぎるかもしれない。でまあエッジの部分だけにこすりつけていくような感じですよね。今ちょっと上の方がえらくつけすぎちゃったんで、ちょっとエナメルシンナーで調整します。あれですよ、上の方こうちょっと多めにのせたのいわゆる光が当たってるからです。ちょっとこれでもないな。ちょっとないな、やめとけばよかったかも。取っちゃうか。一回取っちゃいましょうか。やるならエアブラシでやればよかった。まあただこれいいかもな。もうちょい黒を出して横とかよりも広めに光が反射してるような感じで、いいかもしんない。いいかどうかは人それぞれだと思うんです。でですね、これでマシンガンは終わりました。取っ手が塗ってないか。まあいいや。取っ手はまた塗っときますけど、で今塗ってて気がついたのが、ちょっとここのてっぺんの部分、上から明るいグリーンを拭いたんですけど、もう少し落ち着かないかな、これ。明るいグリーン拭いたいんですけど、ここだけ中間のグリーン塗り忘れてるんで、もう筆で塗っちゃいます。でそれ以外のとこもちょっと手直しで、これ以外の手直しも車体の方ですね、グリーンとか茶色がもうちょっと色を入れたいなってところがあるんで、そこもついでにやっていきます。どうしようかな、このままでいいか。これはね、希釈して、少しどうだろう、元の塗料よりもちょっとシンナー入ってます。角の位置だけ立たせたいので、あんまりゴシゴシやっちゃうと下の塗料が剥がれるんで、乾かしながら少しずつ
んですけどね、僕は。良くなりましたね。次にやりたいのが玉を入れとくとこの中がちょっと弱いんで、黒っぽいこのグリーンをもう一回作ってこれで塗ります。でこの辺の黒っぽいとこのグリーンをこの中に、要は色が回ってないってことですよ。この袋のところをなんとかしたいのはもう少しで、袋のとこはカキ、それからアイボリー、それから茶色。今これは車体に塗った茶色ですね。これを、この袋の影になるところにペタペタと多分ね、アクリルが水性絵の具でやった方がいいと思うんですけどね。どうしてもラッカーだと下のラッカー塗料を犯しちゃうんで、ここは筆がこれでは厳しいかな。ちょっと筆変えるか。で一応薄くモールドがあるんで、そこに沿って影を入れます。もう少しモールドの凹凸つけてほしかったな。また当然この後明るい方の色も塗るんですけどね。でカーキとこれアイボリーをここに置いて、あっち行ったりこっち行ったりブレンドしながらなんだこりゃ一枚のせた方がいいかな。これ最後にね一番上に薄いカーキのレイヤーをのせることで多分落ち着くんじゃないかなと。
なんか違うな。ちょっと茶色をもう一回使ってみるか。やっぱりあれだな、もう一つつけないとダメだったか。いいです。じゃああれですね、マスキング透明部品のマスキングと、あと透明部品取り付けてないところがあるんで、そいつを加工していきます。いやー、これマスキングうまく剥がれるかな。大丈夫だな。いやー、光りすぎてる。やっぱりこんなに光ったらやばっちいだろうぐらい光ってる。でしかもダメだあれだ、剥がれてきた。あれがフィニッシングフィルムが剥がれてきちゃう。よし、うまくいった。いやー、これマスキングゾルの方良かったですね。マスキングゾルなら水をのせて綿棒でこすれば取れてくるんで、方が簡単だったかも。まあ、綿棒突っ込めればって話ですけどね。ちょっとこういう部分、これ真っ赤になってますね。残ってますよね。どうしような、このサビの感じが出てるんだけど、塗ろうかこのままにしようか。そんなにね、錆びてる車体ではないとはいえ、いくらかは錆びてるとこもあるんですよ。ちょっとオーバーめにそういうとこも残そうかなとは思ってますけど。2002年2代目の選手だからね。うわー、これどうやって撮る？一番後ろ。ハッチが邪魔だ。で、塗装の時はこれついてましたよね、ここに。まあこんな感じで乗っけてたんですけど、あれです。ボンド SU で買ったんで、引っ張れば、ぐいぐい引っ張れば取れましたんで、今このボンド SU 残ってるのは接着の妨げになるんで、ちょっと離してやります。あとは社長用のこいつですね。これも中のポリキャップで固定されてるだけなんで、これはめっちゃ行くことができますから。抜けなかった。壊れた。まあいいや。あ、これもボンド SU だったかな、俺。で、透明部品を、あと車体もあったな。これも、あ、これは裏からはまる。透明部品ですね。透明部品。
フィニッシングシート、これどれだっけ、使うのは。ゴリラグル、よいしょ、これを使って貼ります。中に取ってね、牛乳ミルクパックです。で接着するとこに、爪楊枝で薄く塗っとけばいいでしょうね。真ん中にも忘れないでやって。これ水なんですけどね、水。綿棒にちょっとしませてやって、こっちを湿らせる。どっちがプラだっけ？プラの側についた方がいいんだよな。結局このゴリラグルーというのは湿気を吸って固まるタイプなんで、瞬間接着剤もそうですけどね。この方が早くったってね、2、30分かかるんですけど、こっちは固定化できるのに。で今貼り付けた窓自体はエポキシみたいに落ちないので、それなりに糊に粘り気がありますから、これをもうここに組んじゃうと。じゃああとは細かい部分を塗っていきますね。でまずセミグロスブラックなんですけど、ここに自作ブラックって書いてある。こういう色がいろいろ混じってます。もともとはね、これあれですよ、ダークブラウンとマホガニとネイビーブルーかなんか混ぜて、艶消しを混ぜてっていうので、もともとは作ってたんですけど、その両方混ぜると黒くなるんでね、いらない色を全部混ぜてます。余った色を。これでさっきの機銃のグリップ部分ですね。ちっちゃいお話なんで、一応このグリップもあれです、モールドで指の握りの形がモールドされてるけど、そんなのいちいち塗り分けないです。モジュレーションでこれモールドされてるわけじゃなくて、ゲートの跡か。ゲート跡を取ったところがなだらかに、こんな感じでついてるだけかな。ここと、あとアンテナですね。アンテナも適当な、なんだかわかんないオリーブドラブで塗ったんで、真ん中の
樹脂だかゴムだかわかんないけれども、まあ、ラッカーなんでね、下の塗料が少なからず溶け出すとは思うんですけど、アクリルとかならね、塗り重ねは大丈夫なんですけど、まあでもそんな極端な色違いにはならないと思うんで、これでやっちゃいます。ウィンカーですね、ウィンカー。ウィンカーとか、ブレーキランプとか、塗んなきゃいけないですけど、特にそんなに綺麗にべったり塗る必要はないと思うんですよね。むしろ、ムラになるぐらいがちょうどいいかもしれない。ラッカーで塗ってるので、エナメルのクリアが使えますね。いや、エナメルのクリアオレンジなかったんで、水性のクリアオレンジ使います。ワイヤーはキットのままです。キットのままだけど、ここの重なってるとこだけ、ちょっとだけ、振り込んでやりました。これワイヤー引っ掛けてるフックは多分っていうか、まあ車体色なんで当然そこは塗らない。まあ後ろはね、実写の写真見ても超汚いんで違いってあまり分かんないですけど、でもこの辺になるとちょっとやっぱりモールドが甘いな。一応ね、手芸屋さんで買ってきたんですよ。よってある糸だか紐だかわかんねえけど、ただまあキットのこのパーツ見てたらこれでいいんじゃないのと感じたんですけどね。まあどうせ汚れるんでこんなもんでいいや。これでまたドライブラシやります。いやこれうまくドライブラシできるかな。くたってないのかな。ちょっと塗り漏れがあるし、なんかこの黒鉄色妙に光るな。ドライブラシやらんでも光ってる。こんなに光っちゃった。こんなに光っちゃダメだろう。剥がしてみました。剥がしたら意外にいい感じになりましたね。下のオキサイドレッドがうっすらと出てて、これにちょっと、フラットアルミで、エナメルのフラットアルミですね。これで、ドライブラシでちょっと処理してみたいと思います。あれですよ。ちょっと悩んだんですけどね。モールドがすごく浅いんですよね。もうちょっとモールドがついてれば
もっといいんですけど、だから逆にちょっとドライブラシもどの程度なってくるか。高いとこだけにね、軽く、こんな感じかな。まりついちゃったらただまあどっちみちウェザリングかけますからね。結構ここ泥が跳ねてる場所なので、多分これも隠れちゃうと思うんですけどね。今このよりと、ワイヤーのよりあるじゃないですか。それと正反対の方向にこう腕を動かしてますけど、いい感じになってきたな。これでいいんじゃないのかな。これで汚し入れてやれば多分落ち着くと思います。下からの一応とか、裏返して見られた時にね、手抜きと思われてね、ワイヤーらしくなったんじゃないのかな。じゃあとりあえず細かいところも振り終えたんで、どうしようかな。そっかデカール貼らなきゃいけないんで、クリアを一部拭いてデカール貼って、それからウェザリングですか。墨入れどうしようかな。あんまりやらなく、ちょっとやりますかね。ネットのとこういう通風口のとことか、あとはネジ、ビスの付け根程度かな。ちょこっと黒で、墨入れをしてですね。あとはフィルタリングですか。フィルタリングもまた油絵の具を重ねていこうと思います。そんな感じで次回は、墨入れとフィルタリングの巻き。それではまた。